はい、UJIIEでございます。JDXA 再び登場しましたけどもですね、この JDXA 前回はもうねさらっといろんな機能を抑えつつ音色中心に紹介しましたけど、今回はですね、あの後いろいろリクエストが皆さんから来ましてですね、もっと JDXA のこのね中身をねもっと知りたいとか、音作りの秘訣とかね、その辺を皆さんからお声をいただきまして、今回はじっくりと中身をね解析してみようと思いますね。行ってみましょう。でね、最初に使った音もこのめちゃくちゃいい音ですけど、復習ね、この JDXA っていうのはここにあるようにアナログパートとデジタルパート、この2つのパートで出来上がってると。非常に重要ですね。で、今見てわかる通りアナログとデジタル、電気ついてるってことは両方の音が出てるってことですね。ちなみにアナログパートだけ出してみると、この音が完全なるアナログいいですね。で、次にこれがデジタルの4つのパートで、いいですね。デジタルパート64ポリフォニックですからね。で、このアナログパートを混ぜてこの音ができてる。素晴らしいじゃないですか。で、この音の秘密がどうやって出来上がるかっていうのをいろんな音色でね、今回やってみようと思うわけですけど、なんだってやっぱり皆さん興味があるのはなんだってアナログパートなんじゃないかなと思うんですけど、じゃあアナログパートを全く素の状態から音をいろんな音ね作ってみようかなと思いますけど、じゃあね、イニシャルプログラム、これでいこうかな。これがまさしく JDXA の素の音。で、今アナログパートの1しか使ってないんでね、完全にモノフォニックの音。じゃあこの音からなんたってやっぱりアナログですからね、まずベースの音を作ってみましょうか。ベースの音で、オシレーターがこう1と2っていうのがありまして、で、ピッチエンベロープ、オシレーターのミックスがあって、フィルターがこうありますね。でね、 JDXA このようにアナログパートは4つ使えるわけなんで、一つのパートだけでこんだけできるのを4つ使える。そこでですね、ベースなんで私がよくね、往年のアナログシンセで使うベースのパターンでやってみようと思うんですけど、これ3つ使ってみようかな贅沢に3つ使わせていただきますが、でね、この場合この青い電気がついてるのがエディットができる、ここでエディットができる状態なわけね。で、例えば1をエディットして2をエディットして3をエディットしてという形になるんだけど、これね、非常に JDXA が秀逸なのがこの3つとも押す。こうやって3つとも押すと3つのパートを一斉に全部制御できます。いいね、この感じ。ちょっとファインチューニングで今ずらしましたけど、でフィルターの感じも3つ全部、ね、オンになってる状態で揃えましょう。フィルター1が、ローランドフィルター、2がねモーグタイプのフィルターですけど、これでいってみようかな。カットオフがって変わりますね。アンプも最大にしといて、でやっぱりこのフィルターの感じをここでいい感じに出したいなと。で、エンベロープね、 ADSR アタックディケイサステインリリース、これでエンベロープを入れてディケイのこのアタック感、いい
の感じから激しい感じ。そこで今度は今一斉に3つとも変えてるんだけど、ちょっとピッチをね、2のピッチを1オクターブ上げます。こんな感じ、こんな感じ。で3のピッチも今3つの3つのねこのパートをフィルターを一斉に全部制御して1個ずつのピッチを今変えていった。ね、やっぱりベースなんでエンベロープとかカットオフの感じは全部一斉に変えていった方がやっぱり音は作りやすい。例えばちょっとリリースを入れて、レゾナンス最高だね。さっきベースだったんで今度はリード行ってみようかなと思うんですけど、リードはねこのイニシャルプログラムってもそれなりにいい感じの音してますけど、ここはねやっぱりこの2つ使わせていただいてね、2つのパートでやって、このもうこの状態でもうめちゃくちゃ分厚いですね。でフィルターをじゃあ今度ローパスフィルター1使おうかな。ちょっとレゾナンスの感じがこれね今キーフォローっていうのを入れたんですけど、このキーフォローっていうのは上に行けば行くほどフィルターがこうね開くという。上の方はもうガーンとこうフィルター全開のような音なんだけど、下の方に行くとねこのレゾナンス感がエンベロープの感じもねいい感じで出ますね。いいですね。でこれでまたさっきの技使いますけど、1個片方だけをやっぱ往年の感じにしたいですね。この5度かすね。もうこれだけでもう最高に気持ちいい。でね、今実はですね前回も説明しましたが JDXA のこれ今アナログを使ってますから、アナログパートでアナログのダイレクトアウトから出してます今。そこでやっぱアナログですから最終段にはこういうねボスのアナログのディレイをリードにはかます。これでしょ。これがもう最高。ポルタメントもこううまく使えばね。でね、ここでアナログの2をさ、この LFO の効きがねもうすごいでしょ。ピッチ今
三角派ですけど、でこれでレイトを動かしてみましょうか。これまだ3時ですよ。これまだいくよ。ここでさらにフルタムです。最後ベースリードときて、単音の音できましたけど、 JDXA のアナログパートはここにあるようにポリスタックで4つのパートを完全にポリフォニックで使うことができる。これはやっぱり伝統的な音を作りたいなと思うわけですよ。この時には、このセレクトしてある1の音で4つの音色がもう、ポリの状態で重なっているという音でね。でここでブラス系、伝統的なシンセブラスいってみましょうか。ちょっと甘めにしといてエンベロップフロア入れてあげて、アタックもちょっとふわっとキーボードフォールでちょっとね高音と低音の感じのこの感じがいいね。リリースもちょっと入れたいんだけども、この時にですねフィルターのリリースを目いっぱい上げといて、でアンプのリリースをこうちょっとずつ入れてあげる。そうするとこの余韻が気持ちよくかかる。でファインチューニング、アナログのオシレーターの1と2があるんで、ほんのちょっと入れてやるだけでこのふくよかな感じ。これでしょ、バッチリでしょ。でブラスができたんで全く同じポリフォニックの、スタックの状態で、当然ストリングスはもうお手の物ですね。こんな感じでフィルターのエンベロップなしの状態でアンプのアタックとリリースを気持ちよく入れてやれば、この感じなんですよ。でね、もう一つ非常にこれも伝統的なテクニックなんだけども、今オシレーターの1と2を、デチューンして使いましたけど、ちょっとね、この状態、ここでねパルス波を、パルスウィドスモジュレーション、すなわちパルス波の幅を LA4 で動かしてやって、絶妙なコーラス効果を作る。これもアナログシンセにおいては非常に重要なパターンですね。これほら来ましたね。この LA4 の揺れでパルス波が揺れてるの分かりますかね。非常にふくよかな感じになるでしょ。でこれでちょっと絞り目にやってやると伝統的なジュピター8のストリングスの感じがいい感じで出るわけ。これでしょ。このねアナログストリングス非常に良いじゃないですか。でアナログパートっていうのはポリスタックで、4つポリフォニックまでいけるんだけども、ここで
よりもっとポリフォニックが欲しいと思ったらやっぱりですねこのデジタルパートっていうところが、ものを言うんですけど、じゃあデジタルパート見てみましょうか。ここでデジタルのパートね、今アナログを電気消したんでデジタルのパートの状態です。これさあデジタルパートでじゃあストリングス作ってみましょうか。でね今デジタルのパートになってる状態で、ここの仕組みもちゃんと言っておきますね。パートの今1がオンになってます。でこのパートは3つのパーシャルでできてます。これ3つのパーシャル今、パーシャル1つしか使ってませんが、すなわちパーシャルを1台分のシンセとして考えるともうここで3台分いるということになるわけね。それが1つのパートで、それがこのパートが4つあるというねとてつもない状況なんですけど、これが64音ポリフォニックでなります。どんな状態でもすごいでしょ。じゃあこのジュピターっぽい音を作ってみようかなと思うんですけど、これで、パーシャル先ほど言ったようにこのパーシャルが1台分のポリフォニックシンセとして考えるとこう2つ鳴らすと2台分になるわけですね。こうやってね。でさっきのアナログのところでやりましたけど、これを2つつけてやると当然同時に動くわけですね。でこれでまずこのカットオフの感じとストリングスのエンベロープ、いい感じですね。ここで、できました。でデジタルのオシレーターはここにいるんで、今度はじゃあ1個ずつ、じゃあ2つ目のオシレーターのピッチをファインチューニング動かしてますね。もうこれだけでほらこんな感じですよ。もうちょい明るくていいかな。このようにここをセレクトをいろいろ変えながら全体で考えるところとそれぞれを考えるところ、例えばオクターブのシフトできるとかね、片方だけね。でね、さらにね、秘密のテクニック見せちゃいましょうか。シフトを押しながらね、このピッチを動かすと、なんとパンニングを変えられるんですね。各パーシャルの。じゃあ1をL 側にして2を R 側にしましょうか。わあ、これヘッドホンで聴いてる人はもう幸せな感じになってると思いますけどこの感じ。バッチリですね。こういった感じでもうデジタルのパートでもストリングスをこういい感じで作ってもらうといいと思いますね。さて次もね面白いことをやりましょう。 JDXA の凄さ、まずねデジタルパートのイニットノートですけど、イニシャライズのプログラムの音、ここで、また波形を選ばせてもらいますけど、ここでねいろんな波形があるでしょ。ほらスーパーソーがバッチリでしょ。でスーパーソーって多層になってるじゃないですか。でこうね、いい感じです。ここでスーパーソーの微チューン感をこのつまみで見てください。これね今パート1のパーシャル1個だけですよ。1個だけでこの分厚さ。You
OK。この状態でフィルターを調整して、このじゃあスーパーストーンのストリングスにしてみましょうか。もうこれだけでこの音。もう最高でしょ。もう惚れ惚れするぐらいの音が出ますけど、もう一回いきますよ。デジタルのパート1のパーシャル1個だけだからねこれでさらにこれが12倍できるわけですからね、全部重ねたらで、さっき言ったですね、これの面白いことしてみようってのは何をしようかというと、今デジタルの状態だと全てデジタルパートとしてのこのフィルターをアンプを通って音が出てるわけね。ここでフィルター以降をアナログを使ってみようかなと。すなわちスーパーソーをデジタルのパートで使ってオシレーターとして使って、それ以降フィルターアンプはアナログパートのものを使って加工してみようかなと思います。そこですなわち音源ソースとしてフィルターをアナログフィルターを通るんで、デジタルのパートはねフルの状態にしときます。エンベロープも長めにしといて、フィルターも全開の状態。こんな感じにしておきましょう。そうだね、アタックもいらないね。この状態でいいね。この状態でアナログを通します。どういうことになるかというと、ここでアナログのパートデジタル消しましたよ今。でしょ。でこうするとアナログのオシレーターを取ってアナログのミックスをしてアナログのフィルターアンプを取るんだけども、ここでねアナログのオシレーターゼロにします。音出ませんね。ポイントはねここなんですよ。通常だとこれ今ホワイトノイズが選ばれてますが、ここ見てください。ホワイトノイズ、ピンクノイズ、その下にデジタルパートっていうのがいるのよ。すなわちデジタルパートにするとここで、デジタルパートをオンにしてやりますね。わかりました？すなわちこの状態のデジタルのパートをミキサーで呼び込んでるわけ。すなわちデジタルのパートパッチングされてる状態。ということはここから以降はアナログのフィルターなんでしょ。でエンベロープもここから先はアナログのエンベロープです。いい感じになってきましたよ。こんな感じ。アナログのフィルター、ローパスフィルターに1を取ります。2にしてみようか。ローパスフィルター2の 24dB のフィルターでレゾナンスもこんな感じでかかります。これができる。絶妙にふくよかですね。最高。だいたいこの JDXA の音作りの秘密、アナログパートとデジタルパート、いかにこううまく組み合わせて音作りをしていくかっていうところ、もうまさしく醍醐味ね。面白いと思いますけど、じゃあ最後にね、これ1台でもいろんなことできますが、こうやっぱパート数がね、アナログとデジタルパートもいっぱいあるんで、いろいろ面白いことができるっていうところで、最後にやってみたいと思いますけど、またイニシャルプログラムからいきましょう。デジタルじゃなくてアナログパートね。よし、じゃあね、アナログのベードラ、アナログのベースの音を作ってみましょうか。ミキサーね、
オシレーターいないんですよ。何で作るかというと、フィルターのね発信で作っちゃおうかなと。わかります？この感じ。これ今レゾナンス最高にしてるのね。でエンベロープでこういうなってるでしょ、レゾナンスがこれ目いっぱい下でこのパツパツ言うんですけど、このパツパツをほんのちょっとこうやるとこのキックの感じがいい感じで出るでしょ。いいんじゃないですかね。じゃあ次、ハイハット系の音するから。ハイハットはね、なんたってノイズでしょ。ホワイトノイズでしょ。ホワイトノイズでこの感じ、もうパツパツの状態。クローズドハイハットって感じ。まあ好みでハイパスにしてもいいしね。まあこんな感じかな。でじゃあ3つ目のアナログで、ここはやっぱり2つ使っていこうか。さっきやったテクニックで2ついっぺんにこう音を作る。めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回ここでハイハットですね。米ドラ。もう簡単にできちゃうでしょ。アナログシンセってね、やっぱりね、こんだけフィルターの効きのいい、このエンベロープの効きのいいね、いい感じで作るとね、いい音できちゃいますね。じゃあデジタルパート。これもデジタルパートいっちゃおうかな。さっきのスーパーソンもいますが、これいいね。これでちょっとオルガンっぽい感じでいいんじゃない。で、さっき技がありましたね。シフトを押しながらピッチでパンニングを変えられますね。そうするといい感じね。これでエフェクターをね、リバーブ入れようかな。この感じのいいと思います。はい、ベードラ、スネア、ベース、そして、オルガン系のとかで出ましたけど、これをここにあるねシーケンサーに打ち込みたいなと思いますね。まずパターンレングス決めます。パターンレングスでここ画面出てますかね。わかりますかね。1というと1小節パターンということね。これ2小節3小節とこうできるんですが、全部どこまで4小節パターンまでできますが、今1小節にしましょう。1小節の16、分解のでいきます。リアルタイムレックするとこうメトロノームが鳴りますね。このテンポでプレイを押すと青い電気がこうで1小節パターンで動いてますね。で弾くのはアナログパートのベードラね。いきます。バッチリ入ってますね。はい、OK です。次行きましょう。
次はハイハットです。で全くこの状態でリアルタイムで録音にしといて、バッチリでしょ。次ベース、こんな感じでいきましょうかね。2、3。バッチリですね。じゃあこれでデジタルパートで演奏してみましょう。JDX 最高。